はいどうもしまして、バンプです。今回は、フリマ開放前から使えるおすすめ武器3選ということで紹介していきたいなと思います。あくまでもね、僕がいつも使ってるおすすめ武器という感じになってます。はい。ちょっとどうしようかな。一番のね、おすすめの方から紹介していきましょう。はい。もうパパパッといきますよ。はい。その前に高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。このね、OPSKS という、この4倍スコープのついた、もうね、タルコフやってる人であれば、もうこれ当たり前のように皆さん使ってます。はい、この武器マジで一押しです。やっぱバイスコープが乗ってるっていうのが一番ね、いいんだけど、それプラスでね、7ミリが撃てるんですよね。7.62 の39の、強いね、弾が撃てるということで、序盤ね、すごい重宝される武器になっております。はい。で、この後ね、なんか使ってる様子だったりをね、紹介すると思いますので、ぜひともね、最後まで見ていただけたらなと思います。で、まずね、この武器の組み方としては、こんな感じでトレーダーに行ってもらって、イエーガーをね、解放しといてください。序盤のタスク、イエーガーのね、グッズに手紙を取りに行く。それが終わった後に、このイエーガーっていうね、おじさんが解放されます。このおじさんの方にね、下に行くと、こんな感じで、OPSKS というものがあります。これをね、買っていただきまして。で、一つね、違うのが、この OPSKS と普通の SKS とはね、ちょっと種類が違うので、OPSKS の方を買ってください。これでね、ラパーの方の SKS とはちょっと違いますので、このイエーガーの方で売ってる OPSKS をね、買って、イエーガーの方にあるこのようなマウントがあります。OPSKS-DT。はい、6318ルーブル。これを買ってください。これはね、スコープとの間に取り付ける器具になってまして、で、次はね、プラパー。一番左にある、このトレーダーのおっさん。はい、ここにある、スコープ。どこだ、スコープ。あったところにあった。で、これ交換の方と、買う方両方ありますんでね。はい、こっちの方の、だいたい2万ルーブル。PSO1 ってやつね。はい。これを買ってください。そうすると、はい、はい、こんな感じで OPS ケースがあって、さっきのね、PSO に、この SKS っていうね、買ったやつがあるんで、ちょっと一回組み立てからいこうか。はい、こんな感じで、で、こっちに先につけて、OPS ケースつけると、このね、武器が作れると。で、めちゃくちゃね、コスパもいいです。さっきね、買った値段と5万ルーブルくらいかな。武器の値段とスコープの値段とか、その他もろもろ全部込み。5、6万、6万ぐらい作れるのかな ?6 万ぐらいで作れる。量産できる普通に強い武器になってます。で、弾の方も、序盤から買える弾ありますんで、しっかりね、こんな感じで買っていきましょう。FMJ はね、まだ買えないんで、この HP 弾。HP 弾ね、結構肉ダメージがすごい高いので、こういうの使ってもいいかな。で、PS もね、最初買えないんで、どっちがいいんだろう ?SP、貫通20か。P45M も無理だから、US も無理。だからこの HP か SP、どっちかだな。貫通力が、ある方が SP だけど5だからね。別にどっち使ってもいいかな。肉ダメ高い方が使うと、狙撃するんだったら頭一発狙うでもいいし、足を狙うでもいいし。手とかに当たった時にね、一発で絵師に持っていけるのかな。こっちの弾の方が。はい。これはお好みで使っていただければなと思います。はい。さっきの弾とかはここのね、武器のとこ右クリックして関連のところから飛べます。1本目、OPSKS でした。これちょっと使ってるところ、この後流れてると思います。はい。はい。ということでね、ちょっとカスタムの方にやってまいりました。このOPSKS なんですけど、覗くと基本的にこんな感じになってます。4倍だけなんで、こんな感じでね、ズームしたり、そういうの変える機能はないんですが、最初の方はね、ちょっと使いにくいかもしれませんがね、バイスコがある。序盤はね、本当に大事で、先に設定して、この距離からね、プレイヤーを撃つっていうのは本当大事です。で、倍率変更のね、ボタンを押すと、基本的に赤と黒どっちか選ぶことができます。赤色の方がね、ちょっと見やすいかな。なぜね、この OPS ケースが強いのかっていうと、序盤ね、カスタムに来ること結構多いと思います。そういう時ね、こういうね、スナイパースカブとかをね、やることができるんですよね。わお。
まあこんな感じでね、遠くからスカブが処理できるっていうことで、結構ね、重宝されてる武器になってます。で、この武器のね、ちょっと悪いところというと、まあ近距離がちょっと難しいかな。もう腰打ちだったり、あとはね、このバイスコだけなんで、覗いた時にね、すごい近距離で出くわした時、戦いにくい。あとはね、リロードする際、一発一発ね、廃墟してしまいます。なんかね、無理やりね、ねじ込んでいく感じで、一発ね、リロードをしたところに、弾を落としてしまうんですよね。これが悪いところ。まあ、これはね、まあ、拾うか拾わないかは人によります。着敵がね、得意な人は結構この武器ね、合うと思いますんで、ぜひとも使ってみてください。じゃあ、ちょっと次の武器紹介に行ってきます。じゃあね、次の武器紹介します。次の武器はね、この PP1901、ビチャーズっていうやつですね。はい。これね、すごく良くて、フルオートもできるし、シングルファイアでも撃てる。で、プラスね、サイトもね、つけれるんで、かなりね、序盤、重宝される武器になってます。買い方としましては、このプラパーのね、おじさんの下の方に、ロールしてもらえば、ここにね、PP1901 というものがあります。一応ね、交換品、T ボタンでも、T プラグの方でも、交換できます。まあ、だいたい2万だね。はい、2万。で、これを買っていただいて、それプラスで、この EP1901 書いてるビジャーズの S でダストカバーっていう上がね、ちょっとこんな風にギザギザしてる。これを買うとスコープが付けれるようになります。これもね、一応一緒に買っといてください。で、買ったら、それプラスでね、サイトの方がね、最初買えないんで、このイエーガーの方、これしか買えない。基本的にこのね、EKP っていうやつを買うか、まあ、拾ってくるか、どっちかで大丈夫です。まあ、PK とかでもいいのかな。まあ、いろいろね、スコープ買っていただいたものがこちらになります。はい。さっきの買ったものがこちらになって、でね、付け方としては、まあ、これは簡単、乗っけるだけなんですけど、これに関しては、上側のね、ダストカバーを外します。そして、付けていただくと、こんな感じでサイトが乗るようになります。で、こんな感じで関連アイテムから、見ていただいて、弾の方も、まあ、最初の方はね、弱いんですけど、このね、グリーントレーサーとかでもいいですし、これ PSO も買えるのかな、はい、PSO だったり、PST は買えないかな。最初1つ目、この PSO か、このグリーントレーサー、めちゃくちゃ弱い弾。まあ、どっちかが使えますよ。まあ、両方ね、弾弱いんだけど、この場合だとグリーントレーサーだね。こっち貫通10で、こっち貫通14。で、1ダメージしか変わんないんで、まあ、グリーントレーサーが最初。いいですね。これを買いましょう。で、マガジンの方も一応ね、買えますんで、30連マガジン。こんな感じでね、買えますんで、しっかり買って、いくことができます。これおすすめですね。まあ、これで使ってるとこ、ちょっと見せたいと思います。はい。ってことでね、ビジャーズの方、持ってきました。めっちゃ真っ暗なことがあるな。はい。まあね、見た目としてはこんな感じです。で、まだね、覗くと、はい。こんな感じ。でね、これ4種類あるんですよね。これね、ほら、ガチ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 ってしてると4種類あります。どれが打ちやすいかはね、まあ人によるんですけど、まあドットサイトが一番見やすいのかな。で、B のボタンを押すとね、フルオートだったりシングルファイア変えれますので、まあフルオートだったり、シングルっていうのはね、距離によって変えるとすごい戦いやすいと思います。まあ基本的にね、フルオートだとこんな感じ。反動がね、ほぼない。これね、リコイルやってない。ちなみに。リコイルやってなくてこれ。だから、マジでね、このビジャズ PP に関しては、マジでおすすめ。だからまあ、シングルで撃つときは、まあ、弾がちょっと少ないなっていうときに、まあ、頭狙う。基本的にフルオートでね、撃ってしまえばいいかなと思ってます。めちゃくちゃ使いやすい。これ序盤マジでね、これを使った方がいいね。あ、でね、ああいう風に、なんだろう。今上に見えますね、スタンスか。スタンスとかも、いけるかな。だって、ウォーター言ってる。どこうわ、お前か。まあ、っていう武器です。はい、結構ね、この武器使いやすいんで、ぜひともね、使ってみてください。はい、ってことでね、3つ目の武器なんですけど、これね、MP133 と言いますが、もうね、ショットガン全般おすすめします。僕がね、
紹介するのは、僕ポンプ式は結構好きなんで、ポンプ式を使うんですけど、イエーガーの方でショットガン買えますんで、まあ僕こっちの方をね、軽く使ってることが多いかな。はい。23,000使います。もうこのままね、使います。で、弾としては、普通にそこら辺で買える、6.5 でもいいですし、7ミリのバックショットでも大丈夫です。うん。で、これを、もうばらまくだけ。このゲームで頭に入れれば、もうヘッドショット入ればね、どんな弾でも一発なんで、基本的に。なんで、頭に向かって撃つ。で、スカブ処理もしやすいんで、基本的にね、初心者にお勧めしたい武器でもあります。当てやすい武器だからね。じゃあね、MP133 が3つ目の武器として紹介します。はい。ということで、次、ショットガンの方使っていきたいと思います。ちょっとね、ファクトリーの方はちょっと見せやすいんで、ファクトリーの方、来ました。で、ショットガンは本当にスカブだったりの処理だったり、まあ、PMC ね、序盤の方、バイザーの方してないんで、顔面に巻いてしまえば、めちゃくちゃ簡単にキルすることができると思います。で、今ね、動画撮ってる時ワイプ前なんですけど、ね、ワイプった時にファクトリーがいろいろね、イメチェンしてるということなんで、ちょっと楽しみですね。どんな風に変わってんだろうか。もうみんなわかってるかこの動画撮ってる時は。人いないんだけど。どっから撃たれてんのマジで。あいつか。ほら、この距離でもね、頭にさえ入ってしまえば、かわせるんだよ。マジでね、強いね。で、これね、ポンプ式なんですけど、今回。ポンプ式じゃない MP155 だったり、153っていうショットガンは、連射できるんで、そういうショットガンでもいいかもしれません。よっこれ一発よ。どうなってんねん、本当に。はい。ということで、以上、この3点だったんですけど、いかがだったでしょうか。この武器ね、結構おすすめなんで、ぜひともね、使ってみてください。序盤ね、かなり強いんで、何もね、カスタムされてない武器を使うよりは、こういう武器を使って戦った方の方が、PMC にも勝てる確率は、ぐんと伸びると思います。はい。もしこの動画が良かったら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。で、こういうようなね、動画どんどん上がっていきますんで、ぜひともね、拡散の方もよろしくお願いします。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも